シラミ対策に使える市販薬の選び方。イントロダクション。シラミは誰にでも感染する可能性がある非常に厄介な寄生虫で、一度感染すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。しかし、心配する必要はありません。適切な市販薬を選んで正しく使用することで、効果的かつ安全に対処することができます。今回は、シラミ対策に使える市販薬の選び方について、実践的な情報を交えながら詳しく解説していきましょう。シラミ用市販薬の種類。シラミの薬ってどんな種類があるのだ？主にシャンプータイプと塗り薬タイプの2種類があるの。シャンプータイプは使いやすくて、頭皮全体に均一に塗布できるから広い範囲に効率的に使えるわよ。塗り薬タイプはシラミが特に多く見られる部分へのピンポイントでの治療に適してて、より集中的な治療が可能なのよ。有効成分の違い。薬の成分って何が違うのだ？主にフェノトリンやペルメトリンという成分が使われているの。これらはシラミの神経系に特異的に作用して駆除する効果があって、人体への影響が少ないの。最近は薬剤耐性の問題も出てきてるから、複数の有効成分を組み合わせた新しいタイプの製品も増えてきてるの。それぞれの成分には特徴があるから、症状や使用歴に応じて選択することが大切ね。年齢による使用制限。子供にも使えるのだ。製品によって使用可能な年齢が違うの。特に注意が必要なのは6ヶ月未満の赤ちゃんには使用できない薬が多いということね。必ず添付文書をよく読んで年齢制限を確認してね。それから妊娠中や授乳中の人は薬剤の選択に特に慎重を期す必要があるから、必ず事前に医師に相談してから使用した方がいいわね。使用上の注意点。使う時に気をつけることはあるのだ。いくつか大事な注意点があるわよ。まず、頭皮に傷や湿疹がある場合は刺激が強くなる可能性があるから使用を控えめにする必要があるの。それから薬剤が目に入ると炎症を起こす可能性があるから使用時は特に注意が必要ね。使用後は薬剤が残らないようにきちんとすすぎをして、それから効果を最大限に引き出すために定められた使用回数と間隔を必ず守ってね。効果的な使用方法。どうやって使えば効果的なのだ？まず、髪の毛全体に十分な量を丁寧に塗布することが大切なの。特にシラミが好んで生息する耳の後ろや首筋の部分は特に入念に処理する必要があるわね。それからシラミの生活サイクルを考慮すると1回の治療だけでは完全駆除が難しい場合が多いから、10日後に2回目の治療をすることを強く勧めるわ。この間隔を守ることで新しく孵化した幼虫も効果的に駆除することができるのよ。まとめ。シラミ対策の市販薬選びで最も重要なのは、自分の症状の程度や年齢に最適な製品を慎重に選ぶことです。また、どんなに効果の高い薬剤でも、正しい使用方法を守ることが成功の鍵となります。症状が重い場合や、市販薬での治療に不安がある場合は、早めに医療機関に相談することも検討しましょう。シラミ駆除は、早期発見早期治療が何より重要で、適切な対応が完治への近道となります。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。